思いのフライパンの石川忠三の石川です。皆様方からですね、リクエストが多かったですね、思いのフライパンのメンテナンスの仕方、買った後のですね、取り扱い方などのリクエストが非常に多かったものですから、今日はですね、こちらの新しいですね、24センチのフライパンを使いましてですね、メンテナンスの仕方だとか取り扱い方をですね、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。まずはですね、このような形でですね、思いのフライパン無塗装の鋳物のフライパンでございます。どうしても鋳物のフライパンというのはですね、水分に非常に弱くですね、錆びてしまう懸念があります。でましてやうちのフライパンは無塗装ですので、塗装してないものですから、しっかり最初ですね、簡単なメンテナンスをしていただければ使い勝手のいいフライパンになりますので、ぜひですねこの動画を参考にしていただきたいなというふうに思います。それではまずこれが届きましたらですね、水をつけます。で最初はやっぱり工場から出て配送をしていますので、やっぱりホコリとかですね、ついている場合もございますので、洗剤をですね、入れてですね、最初は僕の場合はですね、たわしで洗います。で取っ手の部分もですね、きれいに洗っていただければいいかなと思っております。ここはざっとですね、やっていただければ大丈夫かと思います。でしっかりとですね、洗剤をですね、取っていただいて、水洗いをこうしていただくんですけど、でこの状況でですね、このままにしときますとどうしてもですね、錆びてしまいます。でここで次に何をやるかというと、キッチンペーパーそれぞれのご家庭にあると思いますので、まずこれでですね、大まかに水分をですね、取ってください。基本的に無塗装のフライパンでこの後ですね、油を引いてですね、油の油膜を作っていきます。鉄のフライパンとかはですね、火入れをしたりとかっていうふうなことでですね、錆びたりしにくくしたりということをやられる、空だきですね、やられる方が多いと思いますが、この思いのフライパンはですね、弊社の独自のですね、熱処理をかけておりますので、素早くですね、熱処理もかけずにこのような形でですね、火をかけていただいて、まずはですねこの水分を飛ばしていただくと。火をかけていただくと表面の水分がですね、あっという間に色も変わってきて、飛びますので、あとは個人横とかねやっていただいても全然いいと思います。これ一回ですね、止めていただきます。でちょっとこれ冷めてから油をですね入れたいなというふうに思っております。で皆さんいろいろ疑問だとか、こういう鉄のフライパンを使う時に、洗剤を使うのか使わないかとか、そういったですね、議論というかお問い合わせが多いです。うちのフライパンは基本的に洗剤を使ってはダメという規定はありません。ただ先ほどお話したように、最初はですね洗剤を使ってきれいに洗っていただくと。でその後はですね、匂いと気になる方は洗剤も使っていただいてもいいんですけど、推奨は基本的にここにですね油の膜を作ってどんどんですね育てていくフライパンですので、極力ですね油を入れてからはですね、こちらのようなですね亀の子だわし、これを使ってですね洗っていただければなというふうに思っております。あとはですね、無塗装ですので焦げた時とかですね、頑固な汚れ、錆等はね、こういった金だわし、これでですねやっていただくのも全然 OK ですし、こちらのようなですね、コテ、これでガリガリやっていただいても、通常コーティングしてあるフライパンはこういうのやると傷がついてですね、そこから錆びたり焦げたりしてしまいますが、これうちのフライパンはですね、ガリガリやっていただいているんです。で料理では特にこういった鉄のヘラをですね使っていただくことを推奨しております。だからイメージとしてはお好み焼き屋さん
でお好み焼きを焼いてるようなイメージでこのフライパンをですね、どちらかというと荒々しく使っていただければなというふうに思ってます。それではですね、熱もある程度冷めてきましたので、これ油入れます。今回は宝禄菜種油、これ西尾の宝禄屋さんの油を僕は使いますが、この油はですね、皆さんの好みで大丈夫です。どんな油を使っていただいてもいいです。大体大さじですね、大さじというかお玉2、3杯程度ですね。これしっかりとこう見ていただくように、まずですね、油をですね、引いていただきます。でこの時にさらにですね、火を入れてもらって、中火ぐらいでですね、じっくりと熱していただくといいのかなという。これ鋳物のこの肌っていうのは実は思いのフライパンは無塗装で凹凸あります。これ砂型で作ってるので微量な凹凸があるんですけど、この火をかけることによって人間のですね皮膚と同じようにこちらのね毛穴、人間でいうと毛穴ですね、こちらのが開くんですよね。そうするとどんどん中に油が浸透していくというふうな構造にもなっております。でこちらであとはですね、一度ですね、中に入っているのをですね、移します。こういったものも事前に用意をしていただければいいかなというふうに思います。であとはですね、さっき言ったキッチンペーパー、これでですね、しっかりと油をですね全体になじましてください。鉄のフライパンっていうのはですね、油をしっかりまず引く、これがですね、焦げない最大のですね、まずポイントです。で思いのフライパンはこういう横もですねしっかりと塗っていただくのをおすすめをしております。どうしてもこの裏の部分とかもですね僕はこう塗るんですけど、これ塗ることによって錆びてこないので、この油の浸透でですね非常にいい感じ、僕は手もここ取っ手のとこも塗ります。でこれ買っていただいてこの状態でもあとですね料理ができます。これであと火を引いていただいて火をつけてもらってですね、また油をですね入れてもらう。ポイントは少し多めですね。この状態でですね、お肉をお肉というのは僕いつも言うんですけど牛脂で焼いていただきたいんですけど、野菜を炒めるだとか卵を焼くだとかっていうのもすぐできると思います。一回これ切りますね。で皆さんがよくお問い合わせがある困るのは、例えばですねこの状態で料理が終わりますよね。でその後じゃあ何をするかっていう、このままですね、しっかりとある程度このフライパンっていうのは熱い段階で洗った方がですね、焦げや汚れが取りやすい状況になってます。これぐらいね。でこのフライパンを例えば洗剤もこれはつけずにですね、あとは油が浸透してますのでね、金田ワシですね、亀の甲だわしで洗っていただくと。そうすると最初の時の見たのとちょっと違う状況が多分出てくると思いますけど、もうすでに油が浸透してますのでね、水がこの車のワックスかけた状態みたいにこういうふうに水がですね弾いてきます。これを長年ずっとこれを繰り返していただくと本当にですね、お手入れ簡単ですよね。こうやって洗うだけでいいと。で手順はここからじゃあ次は何をするかと。普通のフライパンと同じですね。濡れたものはしっかりとですねキッチンペーパーで拭く。
でここの作業をある程度しっかりとですね拭いていただかないと鉄のフライパンですのでね、錆びてしまう原因等になってしまいます。で一応これをですねさらにこの状態でも全然僕はいいと思うんですけど、念には念をということでね、逆に少しですねほんの微量を入れてこれをですねまたキッチンペーパーでですね、軽くなじませてこう保管をしておくともうこれ完璧ですね。そんなに手間かからないというふうに思いますし、通常のフライパンですとコーティングやですね、加工してホーロー加工だとかいろいろなね加工をしてありますので、どうしても剥げてきたりですね、してしまいますけど、思いのフライパンはこのような形でですね、油を塗っていただいて、このままもう置いといていただければ大丈夫です。で次の日またお料理する時は手順が同じですね、簡単にたわしで、水洗いしてできれいに拭いてもらって油を入れて料理をすると。で万が一ですね、錆びてきたり焦げたらじゃあどうするかというお話をちょっとさせてもらおうかなと思いますけど、この金だわしで特にあとですね、頑固な汚れの焦げができた場合は一つの方法として、僕らが推奨しているのは水もしくはお湯ですねこう入れてもらって、火をつけます。そうするとここの中のですね水分が沸騰してきてですね頑固な汚れも浮いてきたり、その後ですねあったかい状態で、金だわし等でですね、やっていただくと洗っていただくと非常にですねきれいになると思います。もう金だわしガンガンこんなやっても傷つきませんよね。なんかきれいですよね。車のワックスがかかったなんか。こういう形です。でどうにも例えばですね、取れないだとか錆びてしまった。で錆びは基本的に体に害はありませんので、これ何が一番いいかというとまた手順を買った時のやり方だから先ほどご説明をしたと思いますけれど、まずは洗剤できれいにフライパンを洗っていただく。で乾かす。でそこからまた油を引く。その最初の手順に戻っていただければ元の状態になりますので、そのような形でですねやっていただければいいのかなというふうに思います。毎日使われる方はこのまま置いといていただければいいんです。たまにしか使わない方とかねこう油を塗ってもらって新聞紙とかですねくるんでもらって保管をするというのもですね推奨をしています。ざっと今簡単なご説明をですねさせていただきました。これ見ての通りですね、こうしっかりともう錆びてませんね。で色も最初の鋳物の灰色から綺麗なですね黒光りしたフライパンに変わってきてます。これがどんどん使っていただけ本当にですね使い勝手のいいフライパンに変身すると思いますので、ぜひですねまた皆さんやっていただきたいなというふうに思います。ご視聴どうもありがとうございました。